いや、ちょっとじゃあなくて、めっちゃ心配しました。あ。ね。じゃあ、今日は私の生徒さんの三つ葉さんに来てもらいました。イエーイわーはい。三つ葉さんは、マレーシア出身で、私と、2年間一緒に日本語を勉強しています。はい。じゃあ、三つ葉さん、自己紹介お願いします。はい。三つ葉です。マレーシア出身で、えー去年の4月から日本に来て、日本語学校で1年間勉強して、で、今年の4月から専門学校に行きます。はい。ありよろしくお願いがとうございします。ます。すごい。はい。私と三つ葉さんはオンラインで2年間ぐらい一緒に日本語を勉強しています。うん。で、本当にね、京都まで遊びに来てくれたり、すごく仲良くしてもらってます。ね。はい。で、すごい本当に、あの、まあ、最初もそんなに日本語をちょっと話せましたよね、最初。最初、最初のあ、頃。全然話せなかったです。いや、話せてたと思うんですけど、でももっともっともっとだん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 本当に上手になって、たくさんね、勉強して、で、日本語学校でもたくさん勉強して、まあ JLPT とかも取ってますし、まあ後でね、お話ししてもらいますけど、うん。で、日本語学校行って、で、今年ですね、今年から専門学校に行くということで、本当にすごいなんでしょう、ステップを踏んで、行ってる三つ葉さんに今日は、日本語どうやって勉強したのとか、まあ、JLPT のこととか、日本での生活のこと聞いていけたらいいなと思います。じゃあ、まず、日本語を勉強し始めた理由と、日本に来た理由、お願いします。はい。日本語を勉強し始めた理由は、アニメです。なんで日本に来ますか？うん、うん、理由としては、うん、そのアニメを見つ続いて、で、その間、えっと、いっぱいわからなかった日本語がたくさんあるから、日本語をもっと学びたい、日本語をもっと話したいという気持ちを持ちました。だから日本に留学に来ました。うん。いいですね。じゃあ、そう、日本語学校は今、今っていうかもう卒業したんですよね。卒業しました。ああー、おめでとうございます。りがとうございます。で、その日本語学校はどこにある学校ですか？日本学校は、東京にあります。うんうん。はい、じゃあ、マレーシアでも日本語を勉強してたんですか？はい、そうです。日本語を勉強し始めた時は、2024年の12月です。なぜその時から日本語を勉強し始めたというのは、旅行です。うん。2024年の12月、家族と日本に旅行に行きました。うん。で、で、日本に、絶対日本に来て勉強しますっていう気持ちが強く持ちましたんで、ああ、なるほど。日本に来て、まあ、家族と旅行して、ああ、絶対日本で勉強したいって思ったんですね。はい、そうです。うーん、すごいですね。じゃあ、三葉さん、日本語の勉強について、どんな勉強をしてるのか教えてください。はい。日本語の勉強ですね。えー私だとやっぱりその日本語を話したいっていう気持ちが強く持ちも、持ってるんで、学校以外でもそのプレップリのレッスンを受けて、たくさん、週4回、4回、5回ぐらいで、受けて、日本語を勉強してきました。うーん、会話会話力を上げたいと思って、
たくさん、はい。会話レッスンをしてたってことですね。はい。なんか自分ではどんな勉強しましたか？一人では。一人では、一人だと YouTube で YouTube で日本人が作ったビデオを見ました。うーん。やっぱり日本人が作ったビデオで、その日本人、日本語が使ってるから、だから、その日本語を聞いて、自分がいつか使うようになるかもしれないですね。なるほど。どんなビデオですか？どのビデオですか？いろんなビデオですね。旅行のビデオとか、ブログ、まあ、VTube はもうたまに見ますけど、うーん。ポッドキャスト、うーん。まあ、いろんな種類のビデオを見ました。うーん。なるほど、なるほど。2024年の4月に日本に来ました。はい、うん。そうです。日本に来て日本語学校に1年間通いましたけど、どうでしたか？日本学校での勉強は。めっちゃいいと思います。うん。どんな勉強しましたか？ね、実際、私が通った日本学校は、文法を中心にして勉強してますよ。で、もともと、まあ、日本に来る前に文法があんまり上手に使えなくて、だからその日本語を通ってから文法もだんだん上手になって、話しさえになんかもっと正しい日本語がうん。使ってる気がします。うーん。あ、じゃあ日本語学校では結構その文法とかを中心に勉強して、話すときそう、にも文法を正しく使うことができるようになったと感じてますか？いや、例えば、なんか、JLPT 対策、JLPT と EJU の対策です。うん。話してるときは、うん。あんまり修正してくれなかったんですよ。なぜかっていうと、時間があんまり足りなかったで、だから先生も文法だけ、うん。過去うん。の文法だけうん。うをん。中心していました。うーん。じゃあ、日本学校では JLPT とかの対策、EJU とか試験の対策を中心的に、やって、文法のこととかは修正とかは結構してもらってたんですよね。なんで、でも話すのはあんまり時間がなかったって感じですね。はい。なので、三つ葉はい。さんは話す力をもっともっと上げたいと思ってたので、オンラインで日本語を話すっていう練習をしてたんですね。はい。そうですね。うんうんうん。三つ葉さんは、JLPT-N2 に合格していますね。うん。じゃあ、その JLPT の勉強についてとか、どうやって、N2 を取ったのかとか教えてください。はい。まずはね、学校でレッスンを受けてるときに、真面目、真面目ですね。うん。学校で真面目じゃないと、やっぱり、わからない文法がどんどん、増えていく。うん。だから、まずは学校で勉強して、で、その復習うん。も必要かなって思います。それ以外はちょっとわからなくてすいません。わかりました。でも、難しくなかったですか？ JLPT。人によると思います。まあ私だ、うん。まあ私だと勉強することはちょっと難しいですから、だから文法を勉強するため一生懸命しました。うん。じゃあ一番文法が難しかったですか？ JLPT は。そうですね。文法がうん。難しかったと思います。漢字とか語彙とか、リスニングとかはあんまり難しくなかったですか？リスニングは、やっぱりさっき言った通り、週4回、5回ぐらい、ベプリでレッスンを受けたから、リスニングもあんまり難しくないと思います。すごいですね。じゃあ、なんかなんだろう、使い分けというか、日本語学校では文法とか、たくさん JLPT 試験に向けた勉強して、それ以外では、オンラインで会話の練習、リスニングの練習したり、家では YouTube 見たりとか、いろいろ
工夫をしてきたっていう感じですね。すごい。つばさん、日本の生活はどうですか？まあ、日本に来て1うん。月ぐらい、やうん。っぱり、区役所に行けなきゃいけないで、うん。めちゃくちゃ緊張しました。なぜかっていうと、その時は、その日本語が、あんまり出せないんで、そう、相手が、本当に分かっているのか、ちょっと心配しました。いや、ちょっとじゃなあくて、めっちゃ心配しました。あ。ね、あと、例えばコンビニにいた時に、レジ袋ご利用ですかとか、うん。それを聞いたら、何か話してるとか、なんかそういううの、ん。それは全然理解しなかったで、とても緊張しました。とても緊張しました。でも、でも大丈夫です、大丈夫です。ずっと言いましたね。そうですね。大丈夫ですわ。すごいマジックワードですからね。まあそうです。まあそうですね。で、日本語学校を通っていて、まあ今は、まあ全然大丈夫です。うん。どこにいてもかな。どこ行っても大丈夫と思う。もう緊張しないですか？日本での生活に、じゃあもう慣れましたか？ 1 年で。まあ慣れてきましたね。まあ、外に行って、例えばわからない道があっても、すぐになんか周りの人に聞いてもらって、まあ全然大丈夫ですね。すごい成長ですね。やっぱり。で、1ヶ月目はすごく大変っていうかね、緊そうですね。張して区役所に行くとか手続きとかね、はい。とてもやっぱり大変、はい。だったんですね。でも今はもう簡単まあできてる。うん。いや、100%簡単じゃなくて、わからなかったことがあったら、周りの人に聞きますね。うーん、うん。そういうなんか考え方があったから、楽ですね。うーん、いいですね。日本語を勉強するための、なんかおすすめの勉強方法とかありますか？はい、あります。日本語をもっと聞きますね。なんうか、ん、聞くのは、一番大事なものかなって思います。えっと、なぜかというと、うん、た、まあ、例えば、新しい言語をし始めたときに、やっぱり、いろんな、いろんなものを聞かないと、インプットしないと、アウトプットできないです。できないんですよ。だから、まずは、インプットして、で、だんだん、考え方とか、なんかそういうマインセットが作ったで、も日本語がもっと上手になれるはずです。たくさんインプットするっていうことですね。はい、そうですね。たくさん聞いて、2024年から日本語を勉強し始めて、で、日本学校にも1年間通って、で、もう今は本当に N にも合格して、もう結構ね、ペラペラですよね。すごいと思うんです本当に。けど、これから目標とかがありますか？はい。まあ私は、まあせっかく日本に来ましたので、まあせっかくその日本語を勉強しましたので、その N1、JRPT の N1 を取りたい、取りたいと思います。日本語でいろんな本を読んだりとか、日本の世界をまあ探索しますね。じゃあ、最後に三つ葉さんの夢を教えてください。私の夢は、舞台照明のスタッフさんとして働く、働くことです。なぜかっていうと、舞台照明が大好きですから。あれですよね、三つ葉さんはコンサートとか、歌手とかのコンサートで、舞台照明のスタッフとして働きたいってずっとね、言ってますからね。だから日本語を勉強してきました。じゃあ、まあ、これを見てくれてる、日本語を勉強してる人に、一言お願いします。日本語は難しい言語だと思いますが、長く勉強するほど上手になるんですから、諦めずに勉強し、勉強しましょう。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日は三つ葉さんに来てもらって、三つ葉さんが日本に来て日本語を勉強して、これからどんな夢を持ってるのかっていうことをお話ししてくれました。ありがとうございました。はありがとうございました。ーい。